私が描く夢がありまして、とても悔しくて、うちわ作りというのをもっと届けないといけないっていう思いにその時強く変わりました。初めてこの工房に来た時に、一面にずらーっと並んだ竹製のうちわ、そして目の前で職人が神業のような手さばきを披露している、これにものすごく驚きを感じまして、竹製のうちわが存在しているんだっていうところを知り、そしてそれがまさか手作りで作る技術が残っているんだっていう、本当なんかいろんな衝撃がドーンと入ってきて、職人がものすごく輝いて見えました。私がうちわ職人になろうと思ったきっかけが先代に出会ってからです。先代がうちわの歴史を語り、そしてやはり本物を届けるっていう思いを私に伝えてくれました。本物を届けるって何だろうって思った時に、やはり職人が手作りでうちわを作っていくっていう、まずこのストーリー、あとはこの九民うちわの特徴になるんですけども、丈夫で長持ちするっていう特徴があります。これが今現在96歳の
うちわでして、柿渋を塗っておりますので、この柿渋の風合いがどんどん増していくというのと、あとは使えば使うほど柔らかくなっていく、うちわがどんどん育っていく、そういうやっぱりストーリーをお客さんに届けることが大事だっていう思いを聞いて、わあ、なんか深い仕事だなと思って、このうちわ職人になろうと思いました。5代目として強く感じること、特に伝統工芸を継いでいくというプレッシャーはまだ感じてないです。昨年私が先代から代を受け継いで、いわゆるまだスタート地点の状態なので、これからどんどんこのプレッシャーというのがだんだん肩に乗っていくのかなとは思っています。ただやはり、代々受け継いできて、直系で受け継いでくる中で私が他の家系として入らせてもらっているので、やっぱり私の代で潰してはいけない、必ず次の代につなぎたいっていう思いはずっとあります。一番神経を使う作業が、骨組みを作る工程の中で糸を編む作業があります。これが糸を編み終わった状態のものなんですが、ここの棒の角度、この角度作りに一番神経を使います。これが角度が入りすぎたり傾いたりすると、これがそのままうちわの顔になるので、ここがもう全てうちわの顔が決まるので、一番神経使うところです。やっぱり職人で失敗した経験というのは、刃物をほとんど使ったことがない中で刃物を使い始めて、親指がザクッと切れてしまったりとか、あとはやはり分業で流れてきたうちわを
私が失敗してダメにしたっていうのは何度もあります。ただやはり職人さんたちものすごく優しくて、失敗せんとうまくならんぞっていうのを言ってくれたから、続けられたんじゃないかなと思ってます。認められたというエピソードとしては、職人自体は割と受け入れてくださるのが早かった印象があります。ただやはり先代からすれば、もちろん跡取りとして来てもらったのは嬉しい。でも嬉しいだけだとそう簡単にやっぱ任せられないっていうのがやっぱりあったみたいで、先代に認めてもらうのにやっぱ1年ぐらいかかりました。その中で認めてもらえたと思った瞬間が、デジタルという新しい分野に出ていって、それがちゃんと収益となったっていう瞬間、その時に認めてもらえたなって感じました。うちわ作りに対する思いが変わった瞬間が、祭事に伺った時にうちわを手に取られて高いという言葉をもらった時、この時とても悔しくて、でもやはりその工程を知らない方から見れば、うちわってもらうものだから、やっぱり1本2,000円3,000円するものって高いと思うのは当然のことだと思ってます。だからこそこのうちわ作りというのをもっとお客さんに届けないといけないっていう思いにその時強く変わりました。やはりうちわ作りの衝撃を受けたっていうのがあるから、その衝撃はやっぱり他のお客さんにも必ず届くものだと思っているので、私の役割はそれをもうまき散らす役割だと思っています。私が挑戦してきたことは、やはりこのうちわ作りという工程そのものはやはり守っていかないといけないというのがありましたが、 PR 活動に弱いという印象を受けまして、最初入社当初がホームページもないですし SNS ももちろんやっていない。広告する方法として毎年夏の恒例でテレビ局が来てくださって、その取材が唯一の広告媒体というような形でした。なのでそれをきっかけにホームページを作ったりと、あとはインスタグラムを開設したりと、ちょっとデジタルの方に
私の方で広げさせてもらって、その際に反対されることはなくて、逆にもっとどんどんやってくれっていうようなところで背中を押してもらいました。あとはうちわ自体が時代を映す鏡と言われておりまして、その時代時代のものを映していく、美空ひばりさんの若かりし頃アイドル時代の写真の後ろに広告として企業の名前を載せてお配り物で使うというものだったりとか、あとは令和になってコロナが流行った時にアマビエのうちわを作って疫病退散として使ってもらったりとか、あと今で言えばアニメとコラボしたりとか、そういったところで伝統製法を守りつついろんなうちわの見せ方をするというところに今は頑張ってやっているところです。私が描く夢がありまして、日本一有名なうちわ屋さんになる、もう海賊王に俺はなるみたいな目標なんですが、やはりそこを目指してうちわの見せ方というのを変えていきたいと思っています。それこそうちわは昔は広告媒体で使われていたものが今度は贈答品に変わっていく。そして今アニメなどのコラボによって推し活グッズのような形になっている。さらにそこからアートだったりとか、あとは照明器具だったりとか、同じうちわでも見せ方を変えていきながらこの日本一有名なうちわになるという夢に向かって今走っているところです。柿渋が実は私たち自家製で作っておりまして、5年間熟成発酵させます。柿、渋柿、豆柿ってありまして、この豆柿と言われるピンポン玉のサイズのものが一番タンニンというこの成分が防腐防虫効果が期待できるもの、これが豊富に含まれているから柿渋というのは熟成発酵中も虫が来ることもないですし、カビが生えたりすることもないっていう。
防虫防腐防菌効果が期待できるので、やはり虫食いもなく丈夫で長持ちするっていううちわです。100年後の九民うちわはやはり山鹿を代表する特産品から枠を超えて熊本を代表する特産品としてやはり全国に名が知れ渡るということがやっぱ夢でして、その中でやはり付加価値をもっとつけていって、このストーリーというものも今は珍しい技術になっているので、もっとお客さんに伝えていくというところをしっかり守っていきたいと思っています。